男性と女性にもありですか？ありなんじゃないですかね。でもなんか意味は分かってないでつけてるって言ってて面白いなと思いました。まあ変えていかなくても変わっていくんじゃないかなとは思います。Hey guys, this is Kathy Cat, and today we're going to go and ask Japanese about tattoos. In Japan, there's a big issue about wearing tattoos because you cannot wear them if you go to an onsen or a bathhouse. So let's go and ask Japanese. 自分にとって入れ墨のイメージは何ですか？海外だと普通だけど日本ではちょっとあんまり良くないイメージなのかなって思います。悪いイメージを持ってたんですけど、海外にこの間まで1年行ってて、そこでどんな人もみんなやってて、全然つけてる人が悪い人とかそんなわけでもなかったのでイメージは変わりました。オーストラリアに行ってました。交換留学で。はい。でその時にやっぱりイメージ変わった時にどのタトゥーなんかちょっとかっこいいなとか思ったことあったんですか？結構漢字、日本語とか中国語の漢字とか一文字で入れてる人がいて、でもなんか意味は分かってないでつけてるって言ってて面白いなと思いました。なんか面白い感じの組み合わせ見たんですか？武士の部ってつけてる人がいて、それで日本好きなのって聞いたら、いや全然意味わかんないでつけてるって言っててあら、わからないで入れちゃったって感じですね。そういう人も多いみたいです。まあでもでかさによりますけど、いいと思います。好きですね。自分でも入れたりしてますか？いや入れてないですどこがかっこいいと思いますか？こういう首系、足首とか手首とか普通に首とかにあんのが好きですね。ちょっとなんかシャツが見えてるとか。ああそんな感じです。すごい痛いっていう、なんか痛そうだなっていう感じがしますでもなんかワンポイントとかが可愛いかなと思います。足首とかちょっとしたチラッと見えるようなのが可愛いかなって思います。全然いいと思います。男性か女性両方 OK ですか？はい、自分のファッションっていうか自分が好きでやってればいいと思います。別にいいと思います。腕とか足とかつけてるのも普通にかっこいいなと思います。おしゃれだと思います。ファッションの一つだと思います。いや僕もおしゃれだと思ってます。入れ墨とか好きなんで入れたいとかも一時期思ってました。入れたら何を入れたいんですか？ここら辺に星のマークとか入れたい。でも入れたら銭湯とか行けやもんな。それがなんか銭湯行けんかったりプール入れんかったりするのがあんまり日本おかしいなって思う。ファッションの一部って言ったんだけど、どこら辺がファッショナブルだと思いますか？背中は見えへんけど脱いだ時とかおーってなるかな。確かに確かに。多分日本では入れ墨してる人が少ないから、いい印象はないかもしれないんですけど、私個人的にはすごい好き、かっこいいなって思います。何のスタイルが好き？なんかどこがかっこいいと思いますか？腕とかいいですね。夏場に T シャツからちょっと見えるとかかっこいいって思います。ちょっと怖い印象が強い。なんで怖いんですか？日本ではしてる人もあんまり見たことないんで、そんなにイメージとかはないんですけど、おしゃれとする分にはいいかなって思ってます。男性と女性にもありですか？ありなんじゃないですかね。どこがかっこいいと思いますか？いやそれが見たことないから、あんまりちょっとどこがどうかっこいいとかがちょっと見てみないとわからないかなって思います。じゃあ日本の温泉とかに入ると入れ墨が結構禁止されてるんだけど、それはなんででしょうか？確かに禁止されてるところ多いけど、なんでかってそんなに考えたことなかったです。子供とかに影響するからですかね。それを見てちょっとダメみたいな感じ。はい、なんか子供が怖がるんじゃないかな。どうでしょう？なんでだろうそんなにね悪いことやとも思ってないんで、別にいいんじゃないかなって思ってるんで。なんか日本の温泉とかお風呂とかは入れ墨したら入れないんだけど、それはなんででしょうか？やっぱ多分イメージがあると思うんですよね。ちょっとなんか悪い怖そうな人が日本ではちょっとやってるイメージだから、多分そういうことだと思います。私もなんでなんだろうっていつも思うんですけど、でもやっぱり実際入れ墨してる人が入ってきたら、みんなちょっとは怖いなって思ったりすると思うので、限られた同じ空間にいることが、だからやっぱ禁止されてるのかなとは思います。昔の影響があって入れ墨イコールヤクザみたいな
感じの偏見持っとる人らが多いんかな。今でもそれずっと続いてるんだけどどう思いますか？変えてもいいよね。変えてもいいね。悪い人がやってるようなイメージが根付いてるっていうか、そういうイメージはやっぱ映画とかでもあるし、まあそういうメディアのイメージもあるんじゃないかなと思います。やっぱり私も悪いイメージっていうかがありますね。なんか怖いとかそういうちょっと第一印象を持ってしまうので、あまりいいイメージはないかなっていう感じがします。じゃあ日本人にとってその入れ墨のイメージが最近変わったりとかしてると思いますか？ちょっとしてると思います。はい、なんか前テレビとかでもワンポイントでやってる子とか多いみたいなんで、あ、変わってきてるんだなっていう。いや、あると思います。だんだんおしゃれになってきてるんで、やっぱそこがポイントかなと。温泉とかも悪いイメージでなんかなくなってるかもしれないんですけど、逆にそれを変えてほしいとか、そろそろ変えた方がいいとか思いますか？その人と実際話してれば分かるんで、まあ、変えていかなくても変わっていくんじゃないかなとは思います。じゃあ最近のイメージがプラスに変えたと思いますか？はい、なんかタトゥーシールとかもファッションでやってる人もいるから全然。ありがとうございました。One thing you need to be definitely careful about when you come to Japan and you have a tattoo, you are not allowed in a pool, you're not allowed in a bathhouse, you're not allowed in hot springs, and sometimes even at the beach, you're not allowed to go there either if you have a tattoo, which makes it really, really hard for some foreigners who got a tattoo to go to certain places. Sometimes there are places who forgive you if you're a foreigner or if you cover your tattoo. So if you have like a little butterfly tattoo somewhere, you might be able to cover it maybe with a band-aid. And what I've sometimes seen, there's a shop called Don Quixote. They have tattoo covers. So it's like a skin-colored kind of like patch that you can put over to your tattoo to hide your tattoo, so you can maybe go swimming or bathing in certain areas. So definitely be careful about if you want to go to certain bathing places and you have a tattoo, cover it up or check in advance if you can go there. So when I went, for example, to Mount Fuji, there were two guys who wanted to come with us after Mount Fuji to the onsen, to the hot springs, and the tour guide told them that it is likely that they will not be allowed inside even though they paid the price package, because that is not something that is the fault of the travel company, but is a general rule in most hot springs. So definitely be careful about checking in advance if you have a tattoo. That is actually the reason why I did not get a tattoo in university when all my friends did. I was like, look guys, this sounds like a great idea, but I want to live in Japan and I want to enjoy the onsen. You're doing a great job there, by the way. Do you need any help? So anyway, so that's the story about tattoos in Japan, and that's why it's so big. And the reason why it has such a negative influence is because it used to be a general thing to show that someone is a gang member, a Yakuza member in Japan. And that is why certain people have a really negative image about tattoos here in Japan. So again, it's not your fault if you have a fashion tattoo. That's a recent thing, and some people in Japan, as you can see, are changing their minds about it and are realizing it is a fashion thing. But in Japan, culture-wise, it's been a gang member thing. So anyways, thank you very much for watching. I'll put something related in the top right of the screen if you want to keep watching our channel. Thank you very much. And let us know, do you have a tattoo? Let me know where you have a tattoo and what it is. Maybe there's a special meaning behind it. Maybe it is a birthday of your cousin, whatever. Your cousin, maybe your nephew, your child, whatever. Let us know what kind of tattoo you have, if there's anything specific. One of my friends has a tattoo of her nephew, I think, because they get along so well. So there is always a story behind a tattoo. I'd like to hear yours, and I hope you catch you soon here on Ash Japanese. Do you need any help cleaning?